こんにちは、すんです。今回は現状復帰できる方法で収納を増やした我が家の洗濯機周りをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずこちら、我が家の洗面所です。洗濯機置き場と脱衣所も兼ねています。5年前にリノベーションしたんですが、予算の関係で洗面所は手をつけていません。これが本当に狭くて使いづらくて、洗濯機の上には収納がありません。左側に謎の棚があるんですが、高くて手が届きません。しかも壁はコンクリートに壁紙直張りなので、穴を開けて棚をつけるってことができないんですね。ということで、そんな洗濯機の上に棚を作りたいと思います。穴を開けられないので、突っ張り棚を使います。棚の部分は格子になっているものを選ぶと後々便利です。これは20年以上前に買ったので記憶が曖昧なんですが、確か耐荷重が50キロだったと思います。乗せるものに合わせて選んでください。とりあえず棚はできました。だけどこのままでは見た目があれなので、もう一工夫したいと思います。木の棚に見えるよう木材でカバーを作りました。私は東急ハンズでラワン材を購入してカットもしてもらいました。必要なのは棚になる部分と目隠しの部分2枚の板です。それを木工用ボンドでくっつけるだけです。私は左側のボンドを使いましたが、木工用ボンドなら何でも OK です。突っ張り棚にカバーを乗せたら完成です。お好みでタイルやリメイクシートを貼ってもいいですね。私は5年間使ってますが、落ちたり外れたりということもありません。より詳しい作り方はブログにも書いたので、よろしければ概要欄をご覧ください。こうしてできた棚には洗濯かごとバケツを載せています。ちなみに我が家のバケツは色が派手なので、モノトーンさんで購入した収納ケースに入れています。突っ張り棒を選ぶときに棚が格子状になっているものを選べば、フックをかけて吊るす収納ができます。我が家は IKEA のバスケットに洗濯バサミを入れて吊るしています。余談ですが、左側にあった謎の棚には、普段使わないお湯取りホースや掃除用のウエスのストック、そして猫用のタオルなどをケースに入れて収納することにしました。次は防水パンの上に収納を作ります。ご覧の通り周囲は全く余裕がないので、洗濯機を寄せて20センチ確保しました。そして空いたスペースに乗せるカバーの完成形がこちら。排水ホースも目隠しできて一石二鳥です。この板も東急ハンズで購入しました。ここは白くしたかったので白い合板を選んでいます。必要なパーツは天板1枚と足2枚、合計3枚の板です。念のため板を買いに行く前に段ボールでシミュレーションしました。板の厚みを考慮するのを忘れていて、危うく失敗するところでした。寸法通りに板をカットしてもらったら、あとは棚と同じく木工用ボンドでくっつけるだけです。ボンドがちゃんと乾いたら防水パンの上に設置。これで排水ホースカバーを兼ねた収納置く台が完成しました。できるだけホコリがたまらないように洗濯機をくっつけます。
上に置く収納はニトリのマルチ収納にしました。深さ違いで S、M、L の3種類があります。収納するものの総重量が 15kg までならいくつでも重ねて使うことができます。ずれないように背面で連結するパーツもついています。先ほど作ったカバーの上にマルチ収納を乗せたら終了です。これでめでたく洗濯ネットや下着類の収納場所ができました。マルチ収納の上には IKEA のフェイクグリーンと猫のトイレ掃除用ウェットティッシュを置いています。ケースは100均です。洗濯機の前には以前の動画でご紹介した100均のアイアンバーをマグネットで貼り付けて掃除用クロスをかけています。あとは無印良品のマグネットで貼り付く時計もこちらへ。収納とは別の話になりますが、洗濯機のコードとアースがちょっと出っ張ってるのが気になりました。これを無印良品のタップですっきりさせたいと思います。このタップを使えばコンセントを寝かせてつけられます。ついでに緑色で目立つアースの方も100均で買った配線カバーで隠しました。正面から見たときに出っ張りがなくすっきりしました。こうして以前は洗濯かごすら置けなかった我が家の洗濯機周りですが、収納が増えて使いやすくなりました。見た目的にもすっきりできて満足しています。欲を言えば壁紙のぼんやりした色やクッションフロアの色が気に入らないので、いつか手を入れたいなと思っています。ちなみに唯一ついていた細長いストレージには洗剤類とタオルを収納しています。洗濯で使うハンガー類は洗面所の引き出しに入れています。今回の動画は以上です。少しでも参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。